日本不買運動を頑張っていた韓国産ですが、韓国産の間では、なぜか韓国が勝ったことになっているようです。今回は、当時、韓国産が国産化に成功したと何度も言っていた半導体素材が現在どうなっているかも調べてみたので少し長くなっていますが、ぜひ最後まで見てみてください。それでは、まずは、スレッドと韓国の反応を見てみましょう。政治的ノージャパンの時は、面白く、うまくやってましたね。普段、不買運動が成功することはほとんどないのに、当時、ノージャパン運動で、日本ビールの排斥が進み、日本車の販売台数が急落していて面白かった。ここでは、ただ利用されたと嘲笑されているけど、正直、あの時の日本の行動には本当にイライラさせられたのは事実だよね。日本が中国の真似をして、痛い目にあったのは、個人的にはちょっとスッキリした。それでは、韓国さんの反応です。あなたのレベルは、まさにその程度ってことですよね。当時の日本の行動に問題がなかったとお考えなんですね。同行者さんが言っているのは、当時の日本のどんな行動ですか？半導体、ディスプレイ、我々の主要産業に関わる3種の資源を輸出禁止にしたんですよ。そもそも始まった理由はこれなのに、わざわざ聞く理由がわかりませんね。過去に大韓民国政府が合意したことを、ムン・ジェイン政権が宣伝を兼ねて覆しませんでしたか？国家と国家の重大な問題をそんなに簡単にひっくり返すなんて。ムン・ジェイン政権が国家間の約束を軽視しているように、あなたもあの件は面白かったと軽く見ているんでしょ？だったら経済報復が来るのも当然の流れじゃないですか？口がいくつあっても言うことなんてありませんよね。強制徴用問題や旭日旗なども、やはり日本は無実で、すべてムン・ジェイン政権だけが悪いとおっしゃるのであれば、もう何も言うことはありませんね。だから賠償はしたんじゃないですか？日本は国家予算の2年分に相当する、韓国で言えば1000兆ウォンを超える莫大な金額を賠償しました。それを覆せば、国家間の信頼が築けると思いますか？あなたのように、個人的な感情、面白かった、イライラした、スッキリしたなどで国家運営を行ったムン・ジェインが重大な過ちを犯していないとでも言うのですか？国家の威信や追加の報復、さらには経済問題まで全てムン・ジェインのせいなんですけど？もっと話してみてください。まあ、そんな感じで中国からヒョンデ自動車もロッテマートも追い出されたんじゃないですか？いいことですよね。こういう人たちは中国がソヘ、黄海にコンクリートを流し込んで不法占拠している時には何も言わないんですよね。そうなんですよね。中国の〇〇な行為には何も言わない選択的な愛国者たち。中国人を大嫌いだという方々、まあ、私も大差ないですが、みんなで頑張ろう。ってなるなら、また不買運動に参戦します。もちろん、中国は我々の経済に深く入り込んでいるので、日本のように致命的な打撃を与えるのは簡単ではありませんが、普段中国製品を10回買うところを5回に減らす習慣をつけるだけでも、みんなで力を合わせれば希望は見えるんじゃないでしょうか。私は自分から主導する自信はないので、誰かがうまく刺激したり、堂々と呼びかけたりして風を起こしてくれればと思います。そしたら、私はまた楽しく参加しますね。現実は、年間1000万人の韓国人が日本に行く時代。あのノージャパンのせいで、該当企業で働く労働者や自営業者に苦痛を与えたことは考えないんですね。どうして途中でやめてしまったんですか？ノージャパン運動。輸出禁止品目が解除されたからです。目的は達成されましたし、上のコメントのように、善意の被害者が出る不買運動を続ける理由はありませんよ。もう、日本が先に、独土や歴史問題に触れない限り、ノージャパンをやる必要はないでしょう。今、日本の若者たちのトレンドは、韓流がしっかり握っているので、見守っていればいいと思います。文化さえ占領すれば、他に特別なことをする必要はありません。レクサスに傷をつけて自慢していた、あれですか？不買運動をしている人たちを、
なんであんなことするんだとひどく罵っていた、あれのことをおっしゃっているんですね。でも、すべてのデモ参加者が暴徒ではないように、単発的な事件で全体を歪めて判断するのは間違いだと思います。ということで、このスレ主は、不買運動をやめた理由を、輸出禁止品目が解除されたからとか言って勝ち誇っていますが、日本がなぜ輸出規制を取りやめたか、理解できてないみたいですね。まあ、都合の悪いことはなかったことになるというのも、韓国産らしいといえば韓国産らしいですが、このスレ主に逆らっている意見の人もいるようです。ですが、なぜか日本が負けたっぽい言い方に突っ込んでいる人はいないみたいで、やっぱり、韓国産の中では、日本の方から折れたってことになっているんでしょうか。そして、スレ主は不買運動で、日本のビールを追い出したり、車の販売台数が急落したことを面白がっていますが、実際それで困ったのは、そこで働いていた韓国人だということを本当に理解できていませんよね。ただ、当時と少し違うのが、コメントの中に事実を言っちゃってる人がちらほらいるということでしょうか。当時であれば、こんなスレッドに同調する人で溢れていたのに、ちょっと悲しくなっちゃいますね。そういえば、当時韓国さんは、半導体素材の国産化に成功したと色々言っていましたが、今現在どうなっているのか気になっている人もいるんじゃないでしょうか。ということで、当時を振り返りながらその辺を見ていきましょう。2019年7月、日本政府は、フッ化水素、フォトレジスト、フッ化ポリイミドの半導体材料3品目について韓国向け輸出管理を厳格化しました。当時、韓国の半導体産業は、これら素材の多くを日本からの輸入に依存していて、例えば、フォトレジストは約 92% が日本産でした。制裁への影響が懸念されました。韓国政府と企業は、直ちに素材、部品、装備、粗武装国産化戦略を打ち出し、重要素材の国内生産や輸入先多角化を推進しました。では、今現在、韓国の国産化状況についてどうなっているのか、まずは高純のフッ化水素から見ていきましょう。当時は、輸入額の約半分を日本に依存していましたが、現在では大幅に減少し、2023年時点で 20% 程度に低下して、国内メーカーが需要の7から8割を供給しているようです。次にフォトレジストですが、当時は輸入量の 90% 超を日本に依存していました。現在は一部国産化や多国調達に成功したようですが、それでもまだ70から 80% は日本に依存しているようです。そして、フッ化ポリイミドは当初から一部国産化されていて、日本依存度は他の素材より低めだったようです。現在では韓国企業による国産化が実用化し、対中輸出も開始しているようです。国内供給拡大で日本依存度は 42.9% から 33.3% に低下しています。他にも ABF フィルムは日本が世界シェア 90% 以上を独占していて、韓国も事実上 100% 輸入に頼っています。ABF フィルムは現在国内開発段階で LG 化学が頑張って商用化目前まで来ているとのことです。韓国は大統領がコロコロ変わるので今後どうなるのかわかりませんが、一応韓国政府としては2022年に約 30% だった素材、部品国産化率を2030年までに 50% へ高める目標を掲げています。という感じで、ある程度は克服したところもあるようですが、まだまだ高度技術分野では海外依存が続いていて、半導体製造装置、設備の国産化率も約 20% と低水準となっているようです。とはいえ、日本もいつまでも安心していられる状況ではないですし、日本政府も頼りないですが、今後も引き続き日本企業には頑張っていってもらいたいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。